T はピーチと一緒に暮らしたい、その思いだけが暴走した。彼は本気でピーチの家ごと自分の裏庭に移動させようと考えていた。正気とは思えない計画を冗談でも照れでもなく真顔のまま語る。その言葉を真正面から受け取ったピーチは一瞬言葉を失い、しかし感情に流されることなく静かに現実的な対策を選び取る。必要最低限のものだけを持ってピーチは T の家にも自分の居場所を作る。とりあえずはそれで丸く収まったつもりだったが、 T は同棲する前提だと言わんばかりに無邪気な笑顔で甘えてくる。その距離感、その強引さ、その独占欲にピーチは呆れながらも結局のところ拒めずにいた。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。翌日、 T は仕事中にもかかわらずモックと妹を大至急オフィスへ呼び出し、一生に一度の大計画だと告げて2人を巻き込む。その夜、妹はやたらとピーチの手を気にしては何かを探るように何度も手を取ろうとするが、その企みはあっけなく失敗に終わる。一方、ピーチの部屋で一緒に眠る T もどこか落ち着かない様子。視線は何度もピーチの指へと吸い寄せられ、薬指の太さを測るような不自然な仕草を繰り返す。だが T が奇妙なのは今に始まったことではなく、幸いにもピーチは全く気にも留めなかった。それでも T は迷いなく自信満々に指輪のサイズをモックと妹に伝える。あまりの確信に満ちた態度に2人は呆れ果て、結局はどれが正解かもわからないまま全てのサイズを1つずつオーダーする羽目になる。そこからの T は自分の思いを言葉にするためひたすら歌詞を書き続けていた。不要になった添削案は次々と床へ落ち、気づけば部屋中が紙で埋まっていく。それでも手を止めることなく思いを削り、言葉を研ぎ澄まし、ようやく完成にたどり着いた瞬間、 T は心から満足そうな笑みを浮かべた。妹に呼ばれ、ピーチは何も知らないまま会社へ向かう。エレベーターに乗った途端、行き先は自動的に最上階へと設定され、扉が開いたその瞬間、 T は自ら書いた歌を舞台に立つように真正面から歌い上げ、その思い全てを乗せたサプライズをピーチへと差し出す。そして T は静かに膝をつき、まっすぐな眼差しで愛を誓うかと問いかける。ピーチがその思いを受け取った瞬間、夜空に結婚してくれますかの文字が浮かび上がり、 T は迷いなく指輪をピーチの薬指にはめた。その一部始終はすでに全国へ向けてライブ配信されていた。結婚式の日、私が一番心を打たれたのは華やかな誓いの場ではなく別の場面だった。T は特別な近道を選ばず、普通の人と同じように一つ一つ手続きを踏み、孤児院で出会った離れたくない兄と妹を養子に迎え入れた。それはかつてピーチ自身が妹と離れ離れになることを恐れていた、その痛みと願いに静かに寄り添う選択でもあった。お金のない人がわずかに持つ財産の全てを差し出す姿に心を打たれることはあるけれど、 T の場合はそれとは違う。ただピーチが心から喜ぶだろうと信じて選び取った行動だった。私はこれまで T がピーチにしてきた数々のことの中で、これこそが一番静かで、そして一番美しい愛だと感じた。そして最後に T はモックを解雇し、これからは自分の好きな人生を歩めと告げ、彼の背中を静かに押した。結婚式の夜、ようやく2人だけの時間が始まるはずだった。だがドアを叩く音がこれから重ねようとしていた親密な空気を遮る。扉を開けると、養子に迎えた2人が当たり前のようにベッドへ潜り込み、結局その夜はみんなで寄り添って眠ることになった。それがこの物語らしい終わり方だった。また次回お会いしましょう。ではでは。